こんにちは。こんにちは。今回はその現実も外側と捉えてみるとについてお伝えしていきます。これなんか何言いたいかわかんないんですけど。じゃないでしょ。どういうこと？その現実ってどの現実ですか？リルルさん、今、めぐるとこの動画を録音していますよね。この現実とは、この現実のことです。そりゃそうなんだけど、順を追いますね。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。だから、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるっていうシンプルな法則ですよね。はい、そうです。で、皆さんからいただくご相談で、めちゃくちゃ多いのって何ですか？やっぱり一番多いのは、そう思うからそうなる。で、彼とラブラブで幸せと思いを決めました。でも、現実の彼は冷たいです。みたいな、現実がどうしても気になるっていう人が多いよね。そうです。なんで気になる人が多いと思いますか？そんなのは当たり前じゃん。現実を生きてるんだし、現実で出会って別れた彼と復縁したいんだから、会いたいし、声聞きたいし、付き合いたいじゃん。はい。でも、潜在意識で願望実現するなら、現実に構うのはほどほどにしてくださいね、みたいな言い方をよくするのはなぜですか？それは、そう思うからそうなるだから、そう思うっていうのはまず自分がそう思うが起点になるわけで、自分が思わないと何も始まらないでしょ。そうなんです。自分がそう思う。それが起点であり全てと考えれば、そう思う以上になり、彼とラブラブで幸せな私以上になるわけです。ということは、現実の入る余地はそこにはないというか、完結してるわけですから、それで終わりなんですね。そのまま普通に暮らしててほしいわけですけども、ここでいつ現実に反映されるんだ、思ったのに現実にはなっていません、私のやり方が間違ってるんでしょうか、などなど、なんかどうしても現実が気になるっていうことになるんだよね。はい。で、今回の話は、会う人、ピンときた人が、ヒントにしてもらえたらいいだけなんですけど、結構これで認識変わる人いるかもなみたいな思うんですよね。現実を外側と捉えると？はい。現実を外側で捉えるっていうのはですね、めぐる自身がそういやそんな感じだなぁと思ったんですね。そうなんだね。めぐるは現実のように見える景色みたいな言い方もするよね。はい。景色と捉えてもいいし、外側って言い方もいいかなと。どういうことかというとですね、そう思うっていうのは自分が思うって言いましたよね。で、自分が思うっていうのは自分の内側じゃないですか。はい。それ以外を外側として見るんですよ。これまでの動画でもね、例えば、彼より自分というのもやってるんですけど、彼のことばっかり、しかも嫌だったこと、不安だったことばっかり考えるのって、外側に意識が向きすぎですよっていう話をしましたよね。しましたね。その動画は概要欄に URL 貼っておくので、ご興味のある方はぜひ見てみてください。はい。音信不通になったとか、彼に新しい彼女ができたとか、遠距離になったとか、四六時中彼の嫌なことばっかり脳内を占める人はたくさんいると思うからね。確かにそういう時に外側ばっかりになってるっていう感覚は、よくわかるよね。はい。他にも外側になってるなって思う時っていっぱいあって、
例えば占い師さんにあなたうまくいかないわよって言われたとき、そのまま鵜呑みにしてどうしよう、やっぱり彼とはダメなんだって大ショック受けたりするのもそうですよね。そうだね。まあ他人にダメだって言われても、まあそれはあくまで外側の話で、ダメって言われて悲しかったな。さて自分は彼とダメだっていう占い師さんのことを信じる？それとも彼とラブラブな私っていう自分の決めた思いの方を信じる？みたいな感じで、自分自身が最終的にはどっちに向きたいか、外側を信じるのか内側を信じるのかっていうところを決めてほしいっていう話はよくするよね。はい。潜在意識を活用するなら、やっぱり自分が思うことが起点なわけだから、内側に力点を置くことになるんですね。彼というのは自分にとって最重要な意味で最強の外側なんですけど、彼以外にも占い師さんもそうだし、友達、親、会社の人、ニュース、動画、もうありとあらゆる人や情報も外側なわけですよ。そうですよね。はい。で、私たちは自分でも気づかないうちに、そういう外側の言うこと、やることを鵜呑みにするし、誰かの情報でこうした方がいい、こうするべきだ、皆さんも正しい方を選んでくださいね、みたいなことを例えば言われたとしたら、びっくりするほど丸飲みしてるんですよ。まるで前からね、自分の意見であり立場であるかのように受け入れちゃうことがあるわけですね。まあそれはね、私はまあよくわかりますよね。ブログにもそれに近いことは書いたけど、私自身が昔そういう傾向が強くあったと思うからね。まあ自分では全く気づかないんだけど、いつの間にか外側が絶対っていう風になってたり、もっと言えばそういう外側の声を鵜呑みにしてる方が楽だったりもしたんだよね、その時。そうなんですよね。そういうふうにいろいろ言ってましたからね。だからもちろんそうやって外側を鵜呑みにするのが楽っていう人もいると思うし、そこもね、結局好き好きだったりするんですよ、本当に。ことわざには長いものには巻かれるって言葉もあるじゃないですか、ちゃんと。めぐるもすぐ巻かれます。いや、巻かれないでしょ。大体巻かれます。巻かれそうになったら対決するでしょ。大体巻かれます。それは置いといて、今言った彼、占い師さん、友達、親、会社の人、ニュース、動画、こうしたことが、いわゆる外側じゃないですか。はい。それってつまりもっと広く捉えれば、現実そのものが外側って考えることができるじゃん。確かにそうかもね。だからめぐるは現実を外側って捉えているから、現実のように見える景色みたいな言い方をするってことだね。はい、そうです。で、そうなのかなって気づいたんですよね。自分が内側、それ以外は外側ってすごくわかりやすい概念じゃないですか。だから現実を外側とする考え方って、ピンとくる人いるのかなと思ったんですね。そうだね。人や物、情報だけじゃなくて、もう現実そのものが外側。はい。現実が気になってしょうがないっていう人はたくさんいると思うんですけど、でもそれ丸ごと外側だけど、自分の内側の思いに居続けてくださいって言ってるのに、そんなに外側ばかり見てどうするのっていう使い方ができるんですよ。そうだね。現実は幻想っていう言い方もするけど、結局は同じことになる。そうですね。でもこんなにリアルなものを幻想と思えるかっていう人はさ、かえってこういう現実も外側ですよ。外側にそんなに構わないでねっていう方が伝わることがあるかもしれませんよね。結局はさ、自分にとってしっくりくる方を採用すればいいだけなんだよね。現実を幻想って捉えても、
外側と捉えても、そこは何でもよくて、あくまで自分が取り入れやすいものだけ取り入れれば。そうです。もっと言えば、現実がどれだけ気になりまくっても、どれだけ落ち込んでも、すでに私はラブラブでいますので、断固そこに居続ける人もいるだろうしさ。そういう人だったら、めぐるさんには現実気にするなって言われましたけど、私は現実気にしまくったままでいますから、みたいな感じでも、それはそれでありなわけですよ。そうだね。肝心なのは自分自身がどう捉えるか。自分の思いの方に、重心を置くことができるかっていうだけだもんね。はい、もうそれだけですね。はい、じゃあ今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。